はようございます。ともです。誘惑の島セブ島2泊4日男一人旅行ってまいろうと思います。セブ島行くのはね、去年の7月以来かな。めちゃくちゃもう今ウキウキワクワク気分です。なんとね、航空券がめちゃくちゃ安く取れたんですよ。29,400円ぐらい、確かそのくらいで取れて往復ですよ。でしかも直行便、経由便じゃなくてですよ、めっちゃ安くない？今までこんな安かったことないもん。今時間がですね7時35分でございます。飛行機乗るのが8時10分なんで、もう本当に急がなきゃいけないような状況でございます。今ね、成田空港第2ターミナルっていうところに来ておりますね。もう早速もう中入っちゃいましょうかね。サクサクっとね行っちゃおうかなと思います。あとこれとあとお土産のねちょっとした紙袋みたいなのが持ってるんですけど、それはもう預けちゃいました。今回の旅の目的はもうね、飲んで遊ぶ、もうそれだけでございます。それ以外ない。みんな夜遊び好きでしょ、ね、どこまで取れるかわからないんですけれども、皆さんとねこの体験を共有できたらいいなと思ってますので、ぜひ最後まで見てってください。じゃあ行きましょうかね。あんま時間ないんでね、8時10分はやべえよっていう感じで行きます。いやもうめっちゃウキウキなんですよね。もう笑顔がね自然にこぼれるような感じでございます。と言ってもね、マジで時間ない。ちょっと本当に急がんと。手続きっていうかもうチェックインまで終わってるんでね、あと入るだけでございます。これを撮るのもね結構久しぶりで、うまく話ができない気がするんや。急げ。これで乗り受けられたらそれはそれで面白いけど。あ、やべやべ。あ、つか待って、チケットねえぞ。ちょっと一回切ります。焦った。よかった、ありました。受付終わりましたよっていうね放送が流れたんでね、結構やばいかも。あ、全然並んでないや。すぐ入れそうやね。とりあえず中に行ってまいります。出国終わりました。手荷物検査まで終わったところでございます。今ね7時45分でございます。あと30分ぐらいありますね。いやー楽しみだな。今回2泊4日なんですけれども、なんか変なスケジュールじゃないですか。帰りがね夜中の2時の便とかなんですよ。多分そのまま飲んで帰るような形になると思うから、別にわざわざホテル取んなくてもいいかなみたいな感覚です。で今回ね日系の東横インのホテルがね実はセブにあってですね、そこに泊まろうかなと思ってます。3つ星ホテルなんですけど、日系ってだけでいい感じかなと思って、どんな旅になるんかね。いつも通りね適当に飲んで遊ぶだけなんですけどね。一応ね連絡は取ってるんですよね。連絡取ってるでほとんど取ってないんですけど、1週間前ぐらいに LINE が来たぐらいで今日行くよぐらいの話はしてるんですけどね。今回はねいろんな他の人ともちょっと出会いたいなとも思ってるから、いろんなお店行きたいなと。やっぱ最新の情報みんな欲しいと思うんでね、そういうのが取れたらいいなと思ってます。てかさっさと行くか。あと20分ぐらいしかない。めっちゃ遅延してる。今8時55分なんですけど、まだね出発してないですね。ちょっと遅れるぐらい全然いいんですけど、一回切ってねこのままセブ島に着いてからねまたカメラ回そうと思いますので、ではではちょっと行ってきます。僕入れちゃうんですけど入れたいんですけど、セブ爆誕空港到着いたしました。今ね時刻は2時15分ぐらいですかね、現地時間で。ほぼ遅れないで来れたかなっていう感じでございます。手荷物受け取るのが一番最後の方に出てきちゃってね、出るのがちょっと遅くなっちゃったんですけれども、手荷物これ見てください。はい、紙袋でございます。バッグを忘れちゃいましてですね、急遽空港で買ってで、この中身はねリカちゃんへのお土産を買ってきました。お土産って言ってもね食べ物ぐらいなんですけどね、何も持っていかないのはちょっと気まずいなと思って、空港でさ紙袋預けるときさ、こいつ金ねえのかよって思われたのかわかんないですけど、ちょっとね変な感じでしたね。スタッフがちょっと恥ずかしかったわ。紙袋を預けるってのっていないからね。
さて、じゃあでもこの辺からもグラブ乗れるんですけど、いつものところ行ってそこから乗ろうかなと思ってます。行くところはあんまり決めてないですけど、ホテルの近くの適当なモール入って、その後ホテル入って、あとは夜遊びに行くみたいなスケジューリングで考えてます。はい。今なんかシヌログ祭りっていうのがやってるみたいで、みんなコスプレじゃないけど衣装着てて、空港の職員もね着てました。今の人たちもそうなのかな。とりあえずタクシー乗り場、北東の空港ってどうなの？流しぼったくりないかな。前ベロベロに酔っ払ってさいた時さ、ブルーでぼったくられたからね。あかん、結構ね来てますね。めっちゃ楽しかった。つってもね、100か200ペソぐらいだけど、マニラはタクシー絶対乗んない方がいいけど、セブだったらまあ前確か夜来た時さ、全然グラブ捕まんなくてさ、50分ここでね待ってた記憶があるんですけど、じゃあちょっとグラブ呼びます。グラブ呼んだんですけど、全然捕まんなくて、2、30分も経っちゃったんで、適当なタクシーとか乗ってみるか。捕まんのかな。とりあえずタクシー探さんとな。まさかこんな捕まんないとは。昼まで乗り場ってどこなんだ。ここだと思うんだけど、流しのタクシーでマクタンで乗ったことないんですよね。あれこれもしかしてずっと並んでんのかな。ぽいな。そりゃ来ねえわけだ。ここは乗り場っぽいですね。マジか。なんでこんな混んでんの。まあしょうがない、待ちましょう。やっぱりグラブが全然捕まらなくて、このすごい人がいたところっていうのはタクシー乗り場だったみたいです。警察がね案内してるんですよね。もう多分30分ぐらい待ってるんですけど、まだこんな状況でございまして、全然進んでないです、列が。これは控えめに言ってクソですね。下手したら4時ぐらいになっちゃうかもしれないですね、ホテル着くまで。文句言ってもしゃあないんでね、待ちますか。今時刻は現地時間3時35分です。1時間半ぐらい待ちました。こんな並んでるのは初めてだな。もしかしたらシヌログ祭りがあるからかもしれないですね。にしてもきつい、マジで。やっと乗れそうだ、乗れそうだぞ。いや OK, thank you。 なんかもらいました。なんだろうこれ。トヨコイン You know? Toyoko in? Yeah. Yes, Fortuna. And yes, Fortuna. Yeah, yes, Fortuna. Fortuna. Yeah. 疲れた。なんだろう。多分10分もあればね、東横イン着くんで、あとはまあパパッとお金払って、多分めちゃくちゃ良さそうなね運転手さんがね、ちゃんとメーターも回してくれてるしね。それが40ペソなんですよ。めっちゃ安くない？普通にチップちょっとあげるわ。グラブがすげえ高かったの。見たらさ380ペソとかってなってて、やべえだろそれと思ってさ、こっちだと42ペソ初乗りで、多分1キロごとに 12.5 とかそうくらいだから、だからねすごい安いと思うんでね。東横インに着きました。ちょうど4時ですね。チェックインできる時間になりましたね。よかった。タクシーもね普通に良かったわ。205ペソぐらいで空港からここまで来れて、めちゃくちゃ適正なレートだったんで、ちょこっとだけねチップを多めに上げてあげました。先にチェックインして荷物とちょっと置いてからね、外出ようかなと思います。これだよね多分ね。入っちゃおうか。はい。For checking in? Check in? Check in, yeah. Sixth floor? Sixth floor. Sixth floor. Sixth floor. Japan? Japanese, yeah. はい。6階、オッケーオッケー、Thank you。6階なんだって。なんか6フロアって言ってたから何なんだろうなとか思ったんだけど、エレベーターに日本語で書いてあるし、やっぱ日系なんですねここ。日本人も多いかもしれん。めっちゃ綺麗だしね。前のセブンのホテルひどかったからね。あとシャワーなんだ。うわー待って、すっげえ気持ち悪い。今でっけえゴキブリいた。ここにね50匹ぐらいバーってアリがいたんですよ。全然ないです。はい、
だから自分で買ってきてください。シャワーがね、全然水たまんないんですよ。全然水出なくて、これ何どうやってシャワーするのっていうレベルだったんですよね。日本人の方がチェックアウトしてアゴダのアプリで予約したんだけど、なんかまだ払われなくて、帰ったら連絡して払えるように言ってくれないかっていう風に言われたんです。なんでそんなことを俺がしなきゃあかんのって思っちゃいました。今回はね、普通のところにしたいなと思って遊びに行きやすいスポット選んだので、ここは多分日本人はいいと思います。東横インだからね、みんなわかるよね。なんか値段書いてますね。1900ペソから。チェックインプリーズ。チェックインしました。この18階めっちゃ広いんだけど、なんか同伴者いるかとかいないかって書く欄あったけど、でも1回そのまま入れるよね。バレないんちゃうかな、誰か連れ込んでも。別に連れ込む気ないんですけど、このホテル案内に詳細書いてますね。チェックアウトは開院は12時で非開院は11時らしいです。10時だと思ってたんでラッキーですね。あと訪問者の立ち入り禁止って書いてますね。でもこれバレないんじゃないかな、どうなんでしょうね。別にね、連れ込む気はないんですけど、さて18階に着きました。おお、めちゃくちゃ綺麗ですね。さすが東横イン、日本の普通のホテルって感じ。ここですね。これはわお、匂いは好きじゃないけど。着きました。おお、綺麗じゃんね。普通だわ。まずゆっくりする前にルームツアーやっちゃいますか。皆さん、ルームツアーを行います。どうぞご覧ください。まず入室すると床ですね。床はタイルのような形でしょうかね。ちょっとマット感のあるタイルというかね、絨毯みたいな感じではないです。で、今回ね、シングルベッドの一番安いプランなんですけれども、やたらね、ベッドでかいです。結構大きいよね。これでシングルなのっていうぐらいの大きさ。とても綺麗でね、シミ等もない、きっちりしたパリッとしたね、本当に日系って感じですね。ほとんどね、日系の日本のね、東横インとあんまり変わらないような感じですね。床はちょっとあれなぐらいで、ごめんなさい、ちょっとこっち汚いんですけど、テレビとかもあって、当然エアコン等もありますね。つけちゃいましょうか。で、次、お風呂ですね。これがね、なんと驚きなんですよ。ユニットバス。これはビジホって感じですよね、典型的な。ちゃんと綺麗ですし、これウォシュレットもついてるのかな。で、流せて、トイレットペーパーもあります。さすがにね、トイレットペーパー流せないと思うんですけど、で、アメニティもね、ちゃんと歯ブラシもあるし、もう全然僕はもう最高です。全く文句ないです。というところで、今回18階のお部屋でございます。外の景色を見てみましょう。こちらになりますね。見てください。目の前に広がるスラム。スラムだよ、これ。スラムですね。でもあっちの方はね、すごい綺麗な、なんかでかいビルとかもあって、あっちはマクタンの方なのかな。ちょっと今、位置がわかんないんですけど、いかがでしたでしょうか。東横インのセブ。唯一の東横インですね。めちゃくちゃ綺麗。全然 OK。しかも安い。確かね、1泊5000円ぐらいでしたね。そんな感じの有料なホテルでした。特に日本人の方には本当におすすめかもしれないです。僕みたいなね、短期の旅行者、たまに来るみたいな人だったら、ここにした方がいいです。前回のね、ちょっとケチったようなホテルよりは全然いいので、じゃあ、そんな感じでちょっと休んでから外に行きましょう。皆さん。ホテル出てまいりました。もうほんとホテル出てすぐ右隣、あっちですね。J モールっていうのが併設されててめちゃくちゃ便利です。ここが J モールってとこかな。良さそうですね。じゃあちょっと入ろうか。軽くご飯食べてから一回ホテル戻ってまたお金を下ろしにクレジットカードで下ろそうかなと思います。時刻は午後7時でございます。 JTB が一般的に開くような時間になってきたんで、そろそろ外行こうかなと思います。実はね、リカちゃんと LINE してまして、同伴しないかっていう風に言われたんですよね。寝坊したっ
すごい遅れるよみたいな、渋滞してるっていう LINE が来て、ご飯一緒に行かないっていう LINE が来たんですよ。でもね、なんかさ、寝坊したから、まあ同伴したらさ、ペナルティなくなるじゃないですか。そのためだけに利用されてる感が半端なくて嫌だなと思って断りました。何やってんだお前！ちょっと慣れちゃったな。ブルー行くのやめようかな。とかちょっと思っちゃったりもしたんですけど、行けますか。せっかくお土産も買ったしね。で、とりあえずお金がないんで、まずキャッシングさっきのところでしようかなと思ってます。で、J モールね、中すごい良かったんで、簡単にさっき歩いただけで全然案内できなかったから、これから案内しようかなと思ってますんで、まずは J モールに行った後に、ネオ東京周辺の JTB どっかしら行こうかなと思ってます。じゃあそんなスケジュール感でね、これから行こうと思いますんでね。まずは J モール行きましょう。とりあえず出てきました。 J モールまで行くから一緒に会ってお店行こうっていう風にも LINE 来たんですけど、断りました。なんかね、悩ますよね。今回はね、楽しい旅をしたいので、新しいね出会いを求めているのもあるのでね、あまり誰かに固執するのは良くないなと思って、本当はめっちゃ会いたいですけどね。J モール来ました。すごい近いです。45秒で着くからね。 J モールを簡単に案内します。入り口入ってですね、1階のフロア、ペットショップとかグッズのお店とかドラッグストアとかパン屋みたいな軽いのがちょこちょこっとあるような感じですね。1階はね、狭いようなちっちゃいような感じのイメージですね。2階でございます。ユニクロとか服屋とかアパレルのお店が中心なのかな。あとスーパーマーケットがあってですね、あんまり安くはないですね。ペットボトルの大きいペプシのコーラが80ペソぐらいだったんで、水の1リットルぐらいのやつが15ペソ、まあ、水はなんか安いんですけどね。ここに ATM があります。2階になると少し広くなってですね、奥行きが出るみたいな感じですね。2階はほとんどスーパーマーケットとか、あとジョリビがあるんですよね。ちょっとした飲食店があるみたいな感じのところでして、綺麗ですよね、普通にっていうところでございます。3階ですね。ここはアパレルとか時計とかアクセサリーとかそういうエリアになってます。サクッといっちゃいましょう。で、最後一番上の4階ですね。ここはこっち行くとね、めっちゃ声かけられるんで、スマートフォンとかそういうのが買えるから、有名なメーカー入ってるようなとこだから全然ありだと思います。値段は日本と多分変わんないですね。あと映画であったりだとか、そういうアミューズメントがあって、ゲームセンターみたいなのがねあるんですよ、奥の方に。ゲーム、こういったゲーセンみたいなのが好きな人は今日いいかもしれないですね。こんな感じです。結構ね、ギラギラしてて僕は好きですね。これで1階から4階までの北海道はもう終わりみたいな感じですね。じゃあこの後ね JTB とか行こうかなと思うんですけれどね、どうしようかな。ブルー行く？でもなんか断っちゃったから気まずいんだよな。とりあえずさっさと行きますか。はい、今ね、小町っていう JTB の前にいます。ここね、多分違いなくセブ島ナンバーワンの JTB だと思います。1回だけね、行ったことあるんですよね。で、ネオ東京の奥、いつも僕が行くところなんですけども、この辺でね、ご飯を食べてっていうのがいいんですけど、リカちゃんもお店行ったみたいですね。入ったみたいなんですけど、時間も分かんないみたいな感じで行っててさ、同伴って8時とか9時くらいまでに入んなきゃいけないんですよ。8時だったかな。で、じゃあ会っても速攻ですぐに同伴してお店入ろうっていうだけじゃんっていうね、なんかすげえ泣いちゃってさ。ちなみになんですけど、ここって若干なんか暗いじゃないですか。ここで強盗に遭ったっていう人もいるみたいなんで、一応気をつけてください。まあそんなね、強盗に遭うようなとこじゃないと思うんですけどね、そういう話を聞いたっていうだけの話です、ね。まあ極力ね、暗いところが行かない方がいいっすよ。僕はアホなんでね、カメラ撮って行ってるんですけど、若干なんかお腹に入れたいんですよね。ラーメン358って高えよな。でも食べちゃうか。食べます。オッケー。僕はこれ一人で寂しく食べます。で、どっか別の JTB 探し、ビッグとか行ってみようかな。行ったことないんですよね。そこで飲んだ後に、ちょこっとブルー行って帰るっていうのもありかなとは思ってます。ビッグが多分撮影できると思うんですよね。で、メニューなんですけど、一番安い醤油ラーメンで350ペソぐらい、1000円ぐらいかな。やっぱ高いですよね。でもしょうがない。Thank you. しょう。Thank you, sir. Please wait for a moment. 感じがいいですね。なんかね、これで注文するんだって、すげえ分かりにくいです。ラーメン来ました。ご覧ください。
屋台ラーメンという350ペソなんですけど、じゃあちょっと食べてみますか。まず麺、まあまずくはないですね。ただ美味しいかって言われると、っていうところ。でもまずくは全然ないです。全然食べれるけど1000円かって言われるとっていうね。まあまた来るかって言われると多分来ないだろうなぐらいの評価です。ただ他のラーメンもしかしたらうまいかもしれんけど、若干焦げてるっていうのはね、そういう焦げっぽい味がするのが特徴なのかな。そんな感じでした。まあ、おすすめするかっていうと別にしないです。そのくらいです。はい、行ってきました。あんまりね、ぶっちゃけその通りでございます。はい、で早速なんですが、今時間もう8時近くなんですよね。 B ピンクってとこ行こうかな。ちょっと悩んでます。B ピンク行こうか。